LSD ってそもそも何？街乗りに必要なんて、そんな疑問を持ってる方が多いと思うので、今回はそのモヤモヤを全部解決しに岡山の OS 技研に直接乗り込んで社長に全部聞いてきました。前半は OS 技研社長による LSD の徹底解説、後半は実際に GR86 に取り付け1ヶ月後のリアルなレビューまで、この動画1本で全部わかります。見たい部分から見たい方は概要欄の目次を活用してください。それではぜひ最後までご覧ください。こんにちは。こんにちは。今日はちょっとよろしくお願いいたします。で今回そもそも来た理由がですね、僕が最近 GR86 を買いまして、でコンビニにこう段切りで入ろうとしたら、FR のデメリットというか、このタイヤが空転して登らない現象が起きたんですよ。じゃあもうこれは LSD 交換するしかないなと思いまして、ただ LSD って僕あんまりよく分かってないので、社長の方からですね、簡単に LSD とは何かっていうご説明をお願いしてもよろしいでしょうか。OK です。まず LSD、基本的にその一般的によく言われるのは、やはりそのレースだとかドリフトをしますよという形で LSD を買われる方が多いのは事実です。で実際それはどういうことかなのかっていうと、特にドリフトを例に挙げると分かりやすいと思うんですけど、ドリフトっていうのは当然ながら、要するにリアのタイヤを滑らしてで斜めに向いて走っていくっていうのがドリフトですよね。それを通常のオープンデフでしようと思うと、当然片一方ばっかり滑ってしまって、今言われたように、要するに片一方の負荷が少ないとそっちに動力が逃げてしまって両輪がロックしないので、要するに横に向けれないっていう形があります。でもこれは実はすごいメリットでもあってですね、通常オープンデフっていうのは、要するにそこをデフロックしてしまうとこう素直に曲がれない状態が、要するに左右輪、当然左右輪の差って出ますよね。アウト側とイン側の書いてる距離ですよね。曲がった時距離が違うもんですから、当然これロックしてあると、当然その片一方が滑らないと曲がれないわけですから、カートと一緒ですよね。カートはもう直結なので、カートは本当にケツを滑らして曲がらないとダメですよ。そうですね。それがでも通常の一般走行できませんよね。いつもケツ振って走るわけにいかないので、そこが実はこのディファレンシャルっていうものは車の世界ではおそらく三大発明の一つだと僕思ってます。エンジンとかともう合わせてでもおそらくトップ3に入る発明だと思ってます。でこれをうまく利用して、当然ながらそこら辺の路地から普通のコーナーまでこうスムーズに曲がれますよというのがオープンデフの良さです。しかしこのオープンデフにはデメリットも当然ながらあります。で今言われたように片輪が0-100、あれって中立バランスを取ってるんですよね。でバランスを取ってて、バランスがきれいに合った時だけ当然ながらまっすぐ走って、それでバランスが取れない時には逆にこっちの内側の抵抗を利用して、外側の回転をこう多くしてるんですよね。本当にこれなんかちょっと説明すると、皆さん言われるのはどこにセンサーがあるんですかとか言われるんだけど、センサーではなく機械的にそれを行ってるのがディファレンシャルっていう機能なんですよね。これを自動にやってまして、だから素直に走れるんですが、今言ったように両方ともバランスを取ってるわけですから、0-100になってしまって片一方が空転してしまうと、そっちばっかりに動力がいってしまって前に行かない状態があります。だから浮いてる方が動いてしまって、設置してる方がこう動いてこないと。特にね、昔のその S14 とかの頃のやつっていうのは、要するにその電子制御が入ってなかったので、当然もうこの間力やっぱ踏んでしまうともう空転して前に行きませんよっていうのが分かりやすかったんですよ。それが今の車はトラクションコントロールがついてるもんですから、ブレーキをかけたりとか出力を制御することによってそこを分からないようにしちゃってる。だから今分からない方が多いんだけど、実際走ってみれば当然ながら出力制御する、ブレーキをかける、当然ネガティブな方向ですよね。ただ前に行く方向が少なくなってしまうので、当然今の分っていうと空転はしにくいのは分かりにくいんだけど、その分実は前に行ってませんよねっていうのが今の実は電子制御の LSD、ブレーキング LSD って言われるんですけど、ブレーキをかけることによって LSD を作動させてます、それが代わりにしてますよっていうのが実際今のGR86 の VSC とか、ふらつき防止とか、あれが実はこういう機能が入ってるんですよ。だから今言ったようにその悪いところは今言われたように、片輪が0-100になってしまうと、さすがにそこはもうブレーキかけないといけないので、一生懸命ブレーキかけようとするんだけど、ブレーキかけてももう本当にビビたるものしか前に行かなくて止まってしまって空転してしまうよっていうのをおそらくされたわけですよね。そうですね。納車初日にそれを体感しました。ですよね。だから実際に僕たちが売ってるもの、皆さんが思ってるものっていうのは
LSD イコール当然スポーツ走行、ドリフト走行っていうイメージがあるんだけど、僕らから言わせてもらうと実は日常使いにもものすごくいいものだと思ってるんですよ。だから今言われたその欠点がなくなったりとか、直進安定性が上がったりするんですよ。そうなんですね。もうまた後で持ってもらえばいいんですけど、ハイエースの LSD がめっちゃ売れてるんですよ。ハイエースですか。普通ハイエースってね、普通考えてハイエースドリフトします？しないですね。普通に街乗りというか仕事用の車っていうイメージが。サーキットも行かないでしょ。行かないですね。なんか行ったら横転しそうですね。ですよね。それが実はものすごく売れてて、実は今売れてるトップ3に入るんです、うちの中で。がハイエース用の LSD と。でこれはなぜかっていうと、まず一つは基本的にハイエースって投影面積が大きいもんですから、風の影響をすごい受けるんですよね。それありました。前高速で乗ってたんですけど、結構横風でなんか揺れてブレてましたね、ハンドルが。これが減るんですよ。減るんです。減るんですよ。交換することで。交換することによって。なんで直進が安定することでこう揺れも少なくなってと。で実はですね、ちょっとこのお話ちょっと脱線するんですけど、実際面白い話が1個あってですね、もともとハイエースの LSD を作りたいっていうのは、実は首都高速で速く走りたいって方がおられてですね、ハイエースででうちにオファーが来て LSD を作ったわけですよね。で何が起こるかっていうと、実はアクアプレーンとかがあるじゃないですか。でアクアプレーンとかが入ってそこにハイエースで入っていくと、当然アクセルも豚踏みなわけですから、要するにアクアプレーンで空転するんですね、片一歩が。で空転をしてしまうと、当然今言ったように古いハイエースですから空転して止まらないわけですよね。空転を力いっぱいします。そしたらアクアプレーンをのけると、今度はグリップするからトルク反動で反対側に飛んでいくんですよ。ギュッと噛んでしまうから。そういうことですね。グッと回ってるものが急に噛むから反対側にグッといってしまって、それが非常に危ないから LS を作れっていうのがもともとだったんですよ。でそれでもともとでそれを作らせていただいて、僕らやっぱりものづくりの人間なもんですから、せっかくそれ作ったけど、特注で作ったけど、売ってみたいと思うじゃないですか。で売り始めたらですね、月に 2,3 台ポロポロ出だしたんですよ。でいやこんな人そんなことやってるやつ他にもいっぱいいるんだと思って、実はお客さんに電話して聞いたんですよ。これどういうことですか、何のために使われてるんですか、サーキット言ってるんですかって聞いたら、おバカかって言われて、いや違うんだよと君は分からずに売ってるんか、いやそうなんですよ、ちょっとぜひ教えてくださいって言ったら、実はそのハイエースを乗られてる界隈でLSD をつけるとすごい楽になるっていう話が出てるんだと。で考えてください。うちはハイスピードばっかりやって会社です。うちの商品つけて楽になるっていうのはほとんどないんですよね。厳しくなるっていうのはあっても、クラッチにしても LSD にしても音がするとかね、ハングラがしにくいとかっていうのは今までずっと言われてきたんだけど、楽になるって言われたんですよ。でどういうことですかって聞いたら、いや実はな、その人はちょっと岡山の方だったんで、岡山から東京まで特殊な仕事をされてまして、荷物を積んで東京とかに出張に行かれるらしいんですよ。で君んとこの LSD をつける前は要するに行って、当然次の日仕事だからもうホテルに着いたら寝てたんだと、もう疲れて。それがお前んとこ LSD つけたら飲みに行けるんだって言うんですよ。夜飲みに行けるようになったんだと、だから逆にお金がかかって仕方がないとか言われたんですけど、本当そのぐらい違うって言われて、で僕らは本当にそういううちのものの商品使って楽になるってことが今なかったもんですから、すぐその時の社長にお願いをしてハイエースを下ろさせていただいて、うちも LSD つけてテスト始めたんですよ。で僕らもここ岡山ですけど、富士スピードウェイとかつくばとかに、よくイベントで行くわけですよね。で実際に乗ると本当に疲れないんですよ。やっぱりどうしても特にハイエースとか車になると、実はハンドルがかなりこうナローで結構揺れて、めちゃくちゃ揺れました。でもこうハンクラをこう当てないといけないみたいな。常になんかハンドルを動かしてないとまっすぐ進まなかったですね。それが実際アクセルさえ踏んどけばまっすぐ走るんですよ。新東名なんか120キロじゃないですか。正直片手運転で走れます。風があってもやっぱそれだけハンドルを動かずにこう直進が安定するから、手の動きがだからなくなるから疲れにくいってことですよね。そうなんです。それと気を使わなくていいから。確かにやっぱりそれでだいぶ違うっていうのを言われてて、で特にですね、これもおそらくカートとかされたことありますよね。カートを最近めっちゃ言ってます。カートをやりますよね。カートって最初に乗った時になんでこんなにハンドルが切れないと思いますか。全然切れないし重たいしね。でそこがやっぱり今のオープンデフが入ってないからなんですよ。っていうことは逆考えたら、曲がりにくいってことは
ロックさせるとまっすぐ行きやすいんです。まっすぐの方は行きやすいですよね、当然ながら無理もせずにまっすぐ。確かに、はい、ということはロックに近いような形で、リアの駆動輪を制御させてやるとまっすぐ行きやすいんですよ。あ、そうかと僕らも思って、ロックしてしまえば、ロックしてしまうと問題はあるので、うちの LSD の良さっていうのは要するにオープンデフとロックっていうの間をうまく制御しようと考えて作ったのがうちの LSD なんですよ。だから聞く時には聞きます、聞かない時は聞かないですよっていうのが欲しかったんです。じゃあいいとこ取り、いいとこ取りをしたかって。実はもともとうちの LSD を作ったきっかけっていうのがありまして、実は先代の社長と僕が一緒にビデオを見てたんですよ。その頃のグループ A の GTR の R32GTR のレースを2人で見てたんですよ。で見てたらですね、コーナリングを見てたら、ね、うちの社長が急に言い出して「星野はなんであんなにあれなんか」と「縁石を蹴って曲がるんだ」っていう話になって、もう必ず彼はもう縁石をこう蹴って曲がってるんですよ。ほんで「なんでやってるんだ」って言われて。で僕らも知ってる人おるので、星野さん関係の人に聞いてもらったら、実は LSD をめちゃくちゃもうイニシャル50キロぐらい上げてると、だからもうイニシャルもほとんどデフロックに近いぐらい上げておいて、脱出の時のスピードを上げたいからそうしてるんだっていうのが聞こえてきたんですよ。で聞いて、でうちの先代の社長に「高校らしいですよ」って話をしたら「いやでもおかしいだろ」って。LSD ってオープンデフからロックまで持っていかないといけないのに、それだったらデフロックでいいじゃないかって急に言い出して、でだったらそれができるものを作ろうぞっていうのがもともとの社長の考え方で、それでせっかくだったらロックはちゃんとするし、効かない時には効かないようにしてやればいいんじゃないかっていうのがうちのもう本当に根底にある話なんですよ。そしたら一番いいですよね。そうですね。当然ながら。いいとこ取りで。だからデフロックが欲しい時はデフロック。からデフロックいらない時にはオープンデフにすれば、特にやっぱり今うちの LSD でよく言われるのは、やっぱりストリートで非常にいいって言われるお話が多いんですよね。当然レースでもかなり使っていただいてるんですが、極端にやっぱりストリートで音がしないだとか作動音がしない、バキバキ音がしないとか、そういうのがあって非常に面白いって言われてるんですよね。だから本当に分かっていただきたいのは、本当に水田左遷さんみたいにね、実際乗ったと。ほんなら今言ったようにコンビニに入る時にこういう形になりましたでこれってなんでっていう思ってほしいんですよね、みんなに。こういうことがあったらこれを直したい。ほな一つだけ言っときます、実は、今言われたようにうちの LSD も実は0100になってしまうと効かないんですよ。ゆっくり効かしながらその段を上がっていけば上がれるんですけど、完全に止まった形、入ろうと思ったら前の車がおって止まってしまった場合に完全に浮いてると効かないんですよ。で効かないんですけど、実はこれ裏技がありまして、裏技がありまして、その時に実はおそらく分かると思うんですけど、坂道発進の要領でサイドブレーキを引いていただいて、サイドブレーキをその坂道発進みたいにサイドブレーキを下ろしながら前に行ってもらうと、サイドブレーキが抵抗になるから。なるほど。だから両方止まってる状態やから両方とも回っていけると。そこからもうロックに入ってしまうとロックが届けないので、面白いぐらいスンと前に出れます。へえ、すごい。これは実はオープンデフでもできる、実は、裏技なんですけど、オープンデフの場合はかなり上げてしまわないとできないので、そういう裏技があって、やっぱりそのハイエースも今言ったように、LSD つけて時々言われるんですよ。LSD つけたんだけど結局出雲さん言うに上がらないじゃない。いやこれはもう仕方がないことなんですよ。だからイニシャル上げると他に悪いところが出てくるから、それを下げてるので、だからこういう形してくださいって言ったら、サイドブレーキかけたらもうスッといったとか、そういうちょっと裏技があったりするんですよ。だからそういうのをうまく使っていただいたらとは思うんですけど、実際にはね、ロックをうまく利用しながら上がっていただけるといけるんですよ。完全に止まってしまったりとかして空転してと0100になると効かないんで、そこをうまく使っていただいたらと思います。わかりました。じゃあサーキット行かない人だとすると、直進安定性が上がるので、運転がさらにしやすくなり、かつ段差上がる時も、純正よりかは空転しないようになると。それとね、あともう一つね、ここもちょっとお話をしたいんだけど、今言ったように、うちのやつってそう言ってしまうとサーキット用なのですかとか、今言う話になるじゃないですか。実はですね、これをやってもらいたいんですけど、今のお車っていうのは実は今言った電子制御っていうのが入ってるんですよ。で電子制御何を見てるのっていうと、当然片一方が空転をしてしまうと要するに前に行かないわけだから、それをどうにか止めようとするわけですよね。一つは空転する方向の
ブレーキをかけることによって、反対側に動力を持っていって前に行きしましょうっていうのがまず一つあります。これはこれで OK なんですが、これは当然ながらブレーキをかけてるわけだから、片輪だけにブレーキかけてるわけだから、プラスの方向には行きにくいですよね。あともう一つはトラクションコントロールといって、要するに空転してしまうと前に行かないんだから、もうこれ以上やっても仕方がないからって言って駆動を下げてしまう。これなんかは実はプリウスが面白くて、一時期のプリウスなんかは当然それが入ってしまうもんですから、雪山なんかで雪に行った時に空転してしまうと、もう完全にアクセルオンにならないんですよ。止めてしまうので、もう動いてればどうにかなることがあるじゃないですか、それがもう動かなくなるので前に行かないからっていうので、実はこれも30系なんですけど、プリウスの LSD も作りました。プリウスの LSD もあるんですね。だからそこら辺でやっぱり今言ってたように、よその分だとデメリットが出てしまうので、普通の車用は作れないんだけど、うちはデメリットがあまりないので、そういうのに作れるもんですから、いろんな形でお話をいただいて、プリウスを作ったりとか、実はベンツも作ってますし、ベンツも今売れてるのはやはりそのレクサス系が結構売れてます。レクサスの LSD やってものがあるんですね。あるんですよ。でそれ人たちがほんなら全部ほんならドリフトやってんのかって。いやそうですね。僕そのやっぱ LSD はやっぱサーキットのイメージあったんですけど、で今言ったように一つだけ問題点があるのが、今の電子制御がすごい頭がいいんですけど、今言ったようにブレーキをかけたり、要するにその当然ながら駆動を少なくしてしまうっていうことはどうなるかっていうと、当然ながら面白く走れないってことですよ。これ峠とかに持って行って、一回やってみてもらいたいのが、峠で特に180度コーナー、すごい上りでこう上がる時あるじゃないですか。ありますね。あの時にアクセルを踏んで、アクセルを踏んで FR なんだからアクセルを踏んでトルクで曲がりたいって思うじゃないですか。で頑張るけど曲がれませんよね。わりかし大体こうふわっとアウト側に出てしまっておしまい。そうなりますね。でなんかちょっと自分踏んでるけど、なんか俺これエンジンは踏んでないよねみたいな。当然今フライバイワイヤーなので、モーターでアクセルを回路やってますんで、当然アクセルイコールこっちの回路ではないんですよね。どうしてもそこで要するに車が頭が良すぎて本当に調整を取ってしまうので、踏んでも仕方がないんだから踏んじゃダメだよねってなっちゃうわけじゃないですか。パワーを伝えないからふわっと曲がってしまう。そうですよね。でもここは何を見てるのかっていうと、当然ながら左右輪の回転差を見てるわけですよね。片一方が空転してしまったら。でも考えてくださいよ。うちの LSD つけてロックして当然左右輪の差が出なかったら電子制御出てこないんですよ。オフにしにくくなるから、その今言ったその峠とかを走ってもアクセルオフをあんまりせずにですね、アクセルを踏んでいけば踏んでいっただけ前に行ってくれるので、本当にそこら辺が面白くなります。楽しそうですね。本当に楽しいですこう走るのが面白くなる。だから僕たちはLSD っていうのは要するに当然ながら走るのは面白くなるのは皆さん分かってるんですよ。分かってるんだけど、いろんなこうデメリットが実はあるんですよね。当然ながらメーカーさんも LSD がいいの分かってるんですよ。だからトルセンだとかそういうデメリットがない LSD を使ってるんですよね。一つは当然ながら LSD っていうのは音がする。バキバキ音ですね。バキバキ音がするから、当然バキバキ音がしたらメーカー出せるわけないじゃないですか。そうですよね。で壊れてるって言われるじゃないですか。でそれを出せない。それでいてあんまりたくさん効いてしまうと、アクセル踏んだ時にこうパーンとこう、回りすぎてしまってスピンしてしまったら危ない。だからメーカーサイドはきついのは出せないし、音も問題があってとかいろんな問題があって、メーカーサイドっていうのは今ディスク型っていう僕たちがやってるようなトルク感能型のディスク型の LSD って使ってないんですよ。でトルセンなんですよ。で今トルセンついてますよね。トルセン逆にどんなですか？どんな形になってると思います？トルセンって。実はね、トルセンっていうのはギアがこう入ってて、ギアがこう舞うじゃないですか。たくさんこう棒状のギアが何個も入ってると思ってください。棒状のギアが入ってて、で片輪が空転をするとその棒状のギアがこう切り上がりっていうのがあるから、これが動こうとしてでケースとの摩擦で効くんですよ。そういうのを使ってるので、当然ながらうちみたいにもうバリバリに効かなかったりとかもしますし、逃げてもくれるので、それで音もしないので通常一般のメーカーがお使いになります。それからオイルもですね、やっぱり僕たちはこうディスクをいっぱい使って摩擦を使ってるので、ディスクはどうしても発熱をしてしまうので、どうしてもそのオイルの酸化が早くなるからオイルを細かく変えてくださいよっていうのをよく言うんですよね。でこれもメーカーサイドはそんなにねデフオイルたくさん変えるなんてできないじゃないですか。そうですね。でそういうことがあってですね、メーカーサイドはそっちの方向のトルセンだとかそういう形に逃げてるって言い方は悪いかもしれないけど、そっちになって
きてるんですよね。でそこへ持ってきて僕たちのやつはもともとよく効くと言われるディスクタイプのクラッチタイプのもので今のそのデメリットをこう省いてしまおう。音がしないとか、音がしない、オイルなんかも、オイルの交換なんかも通常だと大体他メーカーのやつだったら大体、少なかったら3000キロから5000キロって言われるんですよね。うちは大体もうそんなレベルじゃなくて、大体少なくても1万キロ、1万キロ、もう乗っていただければ実は2万キロ3万キロ持つ、そんなに持つんですね、いう形で、その代わりちょっとこれについてはまた後で説明しますけど、うちのオイルを使っていただいたらという形で思ってまして、うちのオイルはこの LSE に特化したオイルを作ってまして、本当に数字だけ聞かれるとみんなびっくりされます。80W の250という普通ありえないようなやつを作って入れてます。それをやることによって長持ちもして、それでいて機器も安定するっていう形でやらせてもらったりしてます。だから結構このオイルの粘度を言うと、そんな入れられるんですかみたいな、そうですよね、なるんですけど、逆に知ってられる人ほどこういう形言われますよね。じゃあ OS さんの LSD は従来言われている LSD のデメリットであるバキバキ音ですとかメンテナンスの間隔が短いっていうのを全てなくしていったっていう感じですよね。そうですね。それがうまくいってるのが実は今マツダの方で今ロードスターでうちの LSD がディーラーオプションになりました。あ、そうなんですね、ディーラーオプションで、普通は考えられない、今までの話だと絶対今言ったようにデメリット絶対出てくるので、ディーラーが絶対嫌がるところですよね。嫌がるお話なので、それはもう絶対ダメだって言われたんですけど、1年ぐらいトライアルさせていただいて、いろんなもう松田さんの研究施設だとかやっていただいて、最終的にうちのを選んでいただいてディーラーオプションになっちゃいました。ディーラーオプションはすごいですね。すごいでしょ、本当に。今回松田のロードスターが 12R という200馬力の800万するやつ、めっちゃ高いやつですよね、あれを出されるっていうことがありまして、その時にせっかく本気で作った確かにすごく本気で作られた車でして、200馬力出てますし、足回りもしっかりしたものつけてるのであれば逆にそれを出すんだからやっぱりサーキットでもちゃんと走れる LSD が欲しいっていうので、今回いただいてお話をしてやらせていただいたんです。実際にはだからおそらくメーカーサイドがつけても、要するにあまり問題にならないような LSD としてうちの選んでいただいた形になるのかなと僕らは思ってます。だから今何度も言いましたけど、基本的にそういうデメリットをできるだけ極力小さくしている、ゼロとは言いません、音なんかでも一切出ませんなんては言わないですけど、通常でいうバキバキバキっていうような音がすることはまずないですね。わかりました。LSD 交換するじゃないですか、で耐久性とかって大体どれぐらいで持つものなんですかね。ですね、実はそれを、例を挙げると、当然一般の車はそんなに、キロ数乗らないじゃないですか、で今言ったハイエースちょっと例を挙げると、ハイエース実はもう50万キロ乗ってる方がおられます。50万キロそんなに乗れるんですか。乗られてる方がおられます、もう30万キロとかザラですね。それだけ壊れないって言われてまして、うちのもともと OS 意見の考え方っていうのが、実はこれもちょっといろいろありまして、1個挙げるとですね、実はある時期にですね、うちの先代の奥崎という人間がちょっと変わった人間でして、すごい怖くて、もう技術なら何でもできますよっていうタイプの人だったんですよね。そこへ持ってきてですね、ある有名なレースチームの監督がうちに来られたわけですよ。で来られてですね、もう OS 意見さんの LSE はすごいいいと。だからお願いがありますと、自分とこのレースカーにですね特別な LSE を作ってくれ、で直談判に来られたんですよ、だから壊れなくてこういうのを作ってください、もうすごいから作ってくださいってうちの社長に言ったらですね、うちの社長が言ったのが、うちはなそのスペシャルなんて作らないんだと、だからうちは全部そのレーススペックであったりサーキットスペックでものを作ってるので、一般に売られてるのもそのまま作ってるので、それで気に入らんかったらもう帰ってくれっていう話になって、僕は紹介してるのにから真っ青な状態で使っていただけるって言ってるのにみたいな話になっちゃって、それぐらいものに対してはすごい力を持ってて、要するにものづくりっていうものは絶対負けたくない会社なんですよ。うちは正直ね、物を売るの下手なんですよ。本当に宣伝とか物を売るのは下手なんだけど、ものづくりだけは負けたくないってやってて、だから実は今回の言われてるその GR86 のデフなんですけど、デフケースって言われるものがあるんですけど、この外側のこう
ケースですよね、はい、で普通よそなんかだと実は鋳物を使われたりとかされたりします、それ安くもできるし、それの方がいいからってやるんですけど、うちは実はその当初はこれを大きな塊、はい、40キロの塊から全部削り出して作ってたんですよ。削り出して作ってて問題は全然起きなかったのに、ある日その今言った岡崎が僕のところやってきまして、僕もものづくりはやってたんで、はい、工場で仕事やってたんで、ある日やってきまして、で「おい出森よ」デフケースさ、あれ鍛造にしようと思ってるんだけどどう思う？鍛造に、はい、いやそれはいいですよ、いいんだけど鍛造にしたら鍛造の方って何百万ってするんですよ、お金がかかるし、もうそれはもう今そのオーバースペックですよと、今のもう壊れたわけでもないんだしって僕が言ったら、言われたのが、お前だったらどっち買うって言われたんですよ。お前だったら鍛造のケースとどっち買う？お前だったら。いや当然僕だったらものづくり好きなんで、鍛造ですよねって言ったら、俺みんなそう思うやろうが、だから鍛造にせえ言われて、もうその頃おそらく数千万かけて鍛造の型を全部作って鍛造にしてしまいまして、今おそらくうちが販売してるやつの8割鍛造ですね。2割はどうしても形が合わないものがあるので仕方がないんですけど、本当に8割は鍛造ケースです。そういう形でもその壊れるとか壊れないっていうのがものすごく嫌いな人でして、だからうちの社長がものを作ると戦車にも乗せれるっていう笑い話があるぐらい、その本当にその合成だとか、そういうものに対してものすごく力を入れる方でして、それはもう今まで僕たちも伝統として一緒にやらせていただいているという形なんですよ。だから本当にもうほとんど中のサイドギアも鍛造ですし、もういろんなものにも力をいっぱいもうかけてます、なのでうちの LSD 高いんですよ。某ねいろんなところがあります。そこより一番高いんです。なんですけど、やっぱりそういう子たちをもう今一生懸命 SNS でね、僕たちとしてはこういう形でやらせていただいてますっていうのを言ったら、皆さん分かっていただいて、本当に今いや別に高くても物が良ければいいんだから、本当に手抜きしてないんだったらそっち買うよって言ってくださって、今本当にそこら辺はプラスになって動いているかなって思うぐらい、もう物は本当にどこも一分の隙もないと僕は思うぐらい、ものづくりに対しては本当にやってますし、今言ったようにうちの岡崎は、今ちょっともう僕の方が代替わりして僕やらせていただいてはいるんですけど、本当に彼はもういくらでもいいから今現状をそのまま現状ではなくて少しでも前に生かそうというのがうちの岡崎の考え方でして、実はクラッチなんかも実は一時期特許取れば取れるものがいっぱいあったんですよ。で僕なんか特許取りたいわけですから、でその社長に特許取りましょうよって言ったらどう言われたと思います？どう言われた？特許取って囲いたいじゃないですか、取るなみたいなことですか？言ったら違うんですよ、取るのじゃなくて、いや取るのはいいけど、お前そんなに力使うよりは少しでもいいもんにしろと。そしたらうちは今その特許を取るだけのリードしてるんだったら、自分たちが努力をやめなければずっとうちは一歩リードしたままいけるんだよと。開発をやめてしまったらもう当然真似されて抜かれる可能性はあるけど、同じように今一歩リードしたまま一生懸命前に行けば、だからそんなにその特許とかみたいなものにお金を使わずに、自分だけの開発にお金を使えよとっていうのがうちの岡崎の考え方で、なんですけど、LSD に関しては正直ちょっとどうしても特許取らせていただいて、ちょっとお願いしますって取らせてもらって、この真ん中にバネが入ってる形状だとか、それからいろんなそのディスクをたくさん入れれるようなやつとか、今そのデュアルコアとか、そういうものに関しては今特許取らせていただいてます。そういう方だったので、僕としてはやっぱりね特許取ってやっぱりどうしても囲いたいのでやらせてもらってはいるんですけど、本当にそういう人で。だからそんなこと考えるよりは先に一歩でも先に進めなさいっていうのがうちの岡崎の考え方なんで、常にいいものをアップデートして他社が真似できないようにすればいいんじゃないのっていう考え。困るんですけどね、それあんまりやられるとね売るタイミングもあるんでそうですよね。LSD でよそのメーカーさんも LSD でおそらく保証なんてかけたことがないと僕らは思うんですが、実はうち LSD に今メーカーサイドは保証が入ってます。保証がついてると。松田さんも今言ったように、マツダで売るんであれば保証いるじゃないですか。確かに3万キロ2年でいいですよみたいな、それぐらいのものを本当に自信があってそれはさせていただいてます。そうですよね。保証自信がないと絶対保証とかつけれないですもんね。もう全然保証しても他が壊れる可能性はあるので、だからうちは LSD 単体に対しての保証なので、やっぱりそれだけロックが効くってことはドライブシャ
ャフトの問題だとか、ね、どっかがこうねじ切れますっていうのは出てくる話なんで、特にチューニングで上げていけばね、僕らの世界ってで大体もうおかしなことをしてまして、当然 GTR280 馬力で出たわけじゃないですか、純正が、それがまあ最初の段階でちょっとブースト上げただけで360馬力、ちょっとなんか変えたら500馬力ぐらいに上がって、でちゃんとエンジンまでやれば700馬力800馬力、もう1000馬力超えてるのがあるよみたいな話じゃないですか。そう考えればもともとが、ね、280馬力なのでもう4倍ぐらいの形で動いてるわけですから、当然ながらそういうものに対して合わせてできるものっていうのを作っていかないといけないので、クラッチもそうですし、LSD なんかもそういう形で作ってるので、今までもうほとんど物理的にぶつけたとかがない限り、LSD もほとんど壊れたことがないです。でもう嘘をつきたくないんで言っておきますけど、1回だけ壊れたことがありまして、 R35GTR で海外で04になってる人が壊れたんだって言って、壊れましたか、どうしましょうかねって話をしたら、何馬力出てるんですかって聞いたら2400馬力出てる。ちょっとそれやりすぎですねそれはちょっとねそうですよね、それはもうごめんなさい、うちもそれはねって言うから、もうそれは分かってるんで、いや直してくれれば結構なんで、もうそれはもうしょうがないんでって言って直させていただいたことはあります。2400馬力ですからね。なんで通常の仕様であれば全然問題ないとないってことも思ってますね。全然長いこと乗れるよっていう感じですね。わかりました。ありがとうございます。本当にそれはまた乗っていただければと思うので。そうですね。じゃあ今ので LSD については何かっていうのは分かったんですけど、で今回僕がちょっと GL86 に買おうかなと思ってるやつが2種類あると思うんですけど、それぞれの違いって何が違うんですかね。OK です。で、今回はだからスーパーロック LSD を買いに来たよね。そうですね。でもね、実際スーパーロック LSD よりもう一個いいのがあるんよ。それはどこが違うかっていうのをちょっとお話しさせてもらうとですね、実はですね、もともと山野哲也さんっていうレーサーの方がおられるじゃないですか。ずっと今ジムカーナでずっと語られてる方ですよね。あの方が FT86 前の86を乗られた時にジムカーナ出られてたんですよね。その時に実はうちの LSD がやりたいってやらせていただいてて、でその時にもともと問題があったのがやっぱ電子制御の兼ね合いだったんですよ。電子制御がちょっといたずらをしてしまうと。だからもう電子制御をできるだけ入ってこないのに LSD を作ってくれっていうので、実はワンウェイで FR なのにワンウェイでそれもイニシャルをゼロにしてくれっていう話をいただきまして、いやそれやるんならやりましょうよっていうことで、うちはいろんなことができるのでワンウェイにして、でイニシャルゼロを作らせていただいて、走らせていただいて、でずっと勝ってたんですよ。で勝ってたんで問題ないでしょっていう話をしてたら、実は一つだけ問題があるんだと。走ってるどうしてたんですかって聞いたら、実はイニシャルもなくて本当にすごい素直に曲がれるんだけど、要するにジムカーナは特別な他の分にないようなターンがあるんですよ。それが360度ターンとか720度ターンがあるんですよね。2周回れとか1周回れとかで、そこがやっぱりスピードが遅くなるので、そこでタイムを稼いだ方が勝てるんですよ。あとは大体同じぐらいの話なので、そこをきれいに回りたい。ものすごく腕のある方なので、もうパイロンに2センチまでつけたいって言うんですよ。2センチですか。タイヤから2センチつけたいって言われて、で俺らも最初は山野さんもよるけどちょっとそれ言い過ぎちゃうと思ってたんですけど、動画を見せていただいたら本当に2センチぐらいつけるんです。だけど今の LSD だとその2センチがつけないんだと。でそれで曲がれるような LSD にしてほしいって言われて、今言ったイニシャルゼロでワンウェイを作らせてもらったんです。でちゃんとなるようになりました。ちゃんと2センチまでちゃんと本当に追い込まれてるんで、すげえなこの人って思いながらこの話をしてたら、今度はフルターンの時にどうしてもその当然ながらイニシャルがゼロなわけですから、ロック力がないんですよ。だからロック力がないっておかしいんですけど、ロックのきっかけが少ないんですよ。だからイニシャルっていうのはそのままロックの力ではなくて、そのイニシャルがあることによって要するにきっかけを作ってるんですよ。ロックのきっかけを作ってるんですよ。だからイニシャルを上げた方ができるので、360ターン720度ターンやりたいからっていうので、イニシャルを入れましょうって言ったら、いやイニシャルはダメ、他が悪くなるんで、いやそれ言われてもっていう話で、その時にこれも YouTube で結構有名なうちのドクター富田っていうのがいまして、富松っていうのがいまして、で彼が LSD を設計してるので、彼のとこ持って行って、こう言ってるんだけどなんかできないって言って作ってもらったのがデュアルコアっていう LSD になるんですよ。だからイニシャルは上げなくても、イニシャルをこう可変イニシャルにしたい、いる時にイニシャルを上げたいみたいな無茶なぶりをしたらですね、ちょっとやってみようかって言ってくれてですね、要するにサイドギアっていうところがディスクがこうたくさんこう入ってるんですよね。でそこが斜めになってるんですよ。その斜めになってて乗ることが例えば空転するじゃないですか。で空転する斜めになってるからディスクが全部外側にグッと押し付けられるんですよ。これでイニシャルが上がるんですよ。
だからイニシャルはもともとは低いんだけど、要するに曲がる時に空転をしたら空転をした分だけそれでイニシャルをプラスにできるっていう良さができて、それをやってみようっていうので作って、で山野さんに持っていったらすごいいいよと。もうちゃんと360ターンも回れるし、720度くるくる回れるし、これはすごいねっていう話をして、でジムカーナ用で作ったんですけど、そしたら山野さんからも「これ売ってもいいじゃない」って言われたら「いやそれは売りたいけどやりましょうか」特にジムカーナなんかには非常にいいよねって言って今デュアルコアを作らせていただいて販売をしてるわけですよね。だからこの話をするとならいやいや僕はジムカーナしないしそんなロックをそんな厳しくしなくてもいいからって言うんだけど、実は上位互換なんですよ。だからスーパーロックにできることできないことがデュアルコアはできますし、でもスーパーロックのことは全部デュアルコアできちゃうんですよ。だからそこでって説明をすると2万ちょっと高くなっちゃうんですけど、でもまあだったらもう一生もんでそれだったらもういい方くださいって言われて、デュアルコアばっかり売れてます。いやまあそうですよね。その差額やったら絶対そっち買いたくなりますね。どうせそれがもう本当に一生もんであればいいよねって言われて、そっちを買っていただいた方が多くてですね、だから今言ったように今ちょっと話しましたよね。足が空転をして足上がった時に今のねコンビニで空転しましたよね。そういう時でも空転の時の空転を察知してイニシャルを上げれるので上げれる可能性が高くなるんです。なるほどなるほど。だから今実際その話をすると、今言った本当にそのジムカーナはしないんですけど、ハイエースね、ハイエーススーパーロックあってデュアルコアあるんですけど、デュアルコア今8割売れてます。やっぱりデュアルコアの方が人気と。人気で売れてるので。いいじゃん別に、何も問題ないんでしょって。いや問題ないです。なお少しでも高く効く方がいいからそっちにするよって言われる方が非常に多いですよ。トルク感能型の LSD としても動くし回転感能型の LSD としても動くからその2つのコアがあるっていうことでデュアルコアっていう名前させていただいた形になります。でも完全いいとこ取りの上位互換と。いいとこ取りの状態でやらせていただいて。じゃあデュアルコアの方が絶対いいですよね。絶対いいです。差額だって2万円ぐらいです。今2万2000円だったかな。じゃあ今日はデュアルコアの方買って帰りますんで。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はありがとうございました。でお話を聞いた結果スーパーロックではなくて上のデュアルコアになりましたということで、でもこれただのデュアルコアじゃないんですよ。実は今日お話をさせていただいて、もう左遷さん用に特注で作ってます。あ、本当ですか。ありがとうございます。設定は実はこれ吊るしで売ってるデュアルコアじゃありませんので。あ、そうなんですね。めちゃくちゃ楽しみですね。その代わりもし何かあればまた中身の改造とかはしてあげるから。ああ、わかりました。そこら辺は言ってください。その辺はテストもあるので。ありがとうございます。そしたらこの後大阪に戻って取り付けてもらいますんで、じゃあ今日はありがとうございました。はい、ということでこちらが今回手に入れた LSD OS 技研のデュアルコア。もともとこれの下の安いのでいいかなと思ってたんですけど、さすがにこの話を聞いたらどう考えても上位互換のデュアルコア一択かなと思ってデュアルコアにしたんですが、まさかの特注でチューニングして用意してくれていたみたいで、撮影が終わるまで全然知らなかったんで本当にありがとうございました。そしてこの後に大阪に持ち帰って OS 技研社長の出森さんから直接ご紹介いただいたのが大阪の羽曳野にあるチューニングショップフルステージさんに持ち込んで LSD を交換していただきました。こちらのショップの中にさんはロードスターやスイスポのレースの主催をされている方でして、ショップに持ち込まれているのもなかなか見たことないレーシングカーとかフルカスタムの FD とか GTR とかゴリッゴリのレース用カスタムされた車が多かったんですが、 H ケースからパフォーマンスディーラーという H ケース製品を取り扱う販売店の中でも特に H ケースが推奨する販売店に指定されていたり、実際に H ケースから何回も賞をいただいたりと、大阪の車のカスタムであればフルステージさんに行っとけばまず間違いないプロショップですね。何より OS 技研の社長が直々に紹介してくれた一流のショップなので、本当にいいショップを探しているならぜひフルステージさんにお願いしてください。 H ケース以外にもブリッドのシートの取り付けや調整などレースで培った経験をそのまま一般車にも対応いただけるお店ですね。今回 LSD 取り付けにかかった時間は1日ほどでした。 LSD をどうやって取り付けるか邪魔にならない距離から撮影をさせていただきましたので簡単に紹介すると、まず86をジャッキアップして後ろの方にある純正のデフケースを車から下ろします。 GR86 純正のデフケースには実は LSD と書いてあるんですが、純正の状態で片方のタイヤを回すとやはり反対側は回らなかったです。これが僕が納車当日に経験したタイヤが空転して段差を登らなかった原因ですね。そして純正のデフを車から下ろす前にデフオイルを抜いたらですね、このレベルで鉄粉がついてました。この GR86 新車で買ってまだ4ヶ月程度でこれくらいオイルが鉄粉まみれだったので、ディーラーではデフオイルの交換なんて言われないと思うんですけれども、実はこれだけの鉄粉が新車でもついているということは知っておい
た方がいいと思います。ということはエンジンオイルなんてそれこそ鉄粉まみれなんで、絶対にこまめに交換した方がいいですね。そしてオイルが抜けたら、この見たことない専用の工具で純正のデフを下ろしていきます。そしてデフケースを分解して、これが GR86 純正のデフですね。そしてこちらが岡山で買ってきたデュアルコア LSD、 これを今から組み込んでいきます。このはめる作業が結構大変らしいんですが、中西さん曰く OS 技研の LSD は精度が逆に良すぎて他社のものよりなかなかはまりにくいそうです。こういう感じではめ込んでネジで固定していきます。はめ込んだネジは一本一本トルクレンチで締め上げて、必要であれば加工をしたりと、これは普通の車屋さんでは絶対に無理な作業だなと横で見てて思いましたね。これで LSD の組み立てが終わったので、元のギアケースに戻すんですが、ここからがプロの本領発揮で、普通に組み付けるとちょっとガタガタするそうです、というのも純正の状態で歯車の隙間をあえて大きめに作ることで、コスト、耐久性、汎用性を優先するため遊びを大きくしています。そのため発進するときにトルクがかかった瞬間、ガクッという振動が出たり、半クラッチのショックが大きくなったり、だんだん使うほど隙間が広がってガタが大きくなるんですが、この隙間も実は車によって個体差があるらしく、僕の GR86 は結構この遊びが大きかったみたいです。その遊びを適切な大きさにするために、こういう薄いディスクみたいなものがあるんですけど、これをひたすら詰めてベストな隙間に調整していきます。こういう感じでひたすら LSD をケースにはめてディスクを入れて調整するという作業を何回も繰り返し、ベストな状態になるまで何回もやっていただきました。こちらの隙間の調整と今回の OS 技研の LSD に変わったことで、発進時にガクッとなる衝撃が小さくなったり、半クラッチのショックが減ったり、トルクが瞬時にタイヤに伝わるのでアクセルレスポンスが鋭くなったり、コーナー立ち上がりで左右均等に力が伝わるので安定するといったメリットがあります。なので簡単に言うと、純正は遊びだらけのハンドル、 OS 技研の LSD に交換後は遊びがないダイレクトなハンドルみたいなイメージですね。この調整が終わったら、あとは逆の手順でギアケースを戻して最後にオイルを入れていきます。今回入れたデフオイルは OS 技研さんが LSD 専用に作っているオイルで、まさかの 80W というめっちゃ硬いオイルです。ここまでできたら、あとはちゃんと動くか動作確認をして、問題なければこれで完成という流れでした。 LSD 取り付けが1日ぐらいで工賃が約4万円ほどでした。今回撮影で邪魔にならない距離からいろいろと見させていただきましたが、これまでに身につけた技術力と見たことない専用の工具を駆使して、さらに必要であれば加工まであったので、正直もっとするかなと思ってたら、工賃は全部で約4万円だったので、普段レースのメカニックをしているプロに作業をお願いできて、この値段はお得じゃないかなと思いました。そして今で LSD を取り付けてから約1ヶ月ほど経ちまして、結論から言うと変えてめっちゃ良かったです。まだ GR86 には車庫帳とかバケットシートなど入れてなくて、一番初めのカスタムで LSD 交換して、まだサーキットは走ってないですが、出森さんが言っていたように街乗りでも直進の安定性が増したのが交換後すぐに体感できました。特に高速に乗った時に一番体感できて、80キロぐらいで走っていると、純正であればパワーステのおかげでハンドルが軽いため、ちょっとした段差や横風があると車体がふらつくっていうことがあると思うんですけど、 LSD 交換したことでハンドルが重くなって、ちょっとやそっとじゃブレなくなります。極端な話、ハンドルから手を離してもずっとまっすぐ行くような感じですね。 LSD 交換で直進安定性が増す理由は、純正のデフって左右のタイヤのうち抵抗が少ない方にトルクが逃げていく構造になっているので、道路って一見フラットに見えても実は細かい凸凹があったり、左右で微妙に摩擦が違ったりしますよね。そうすると純正の状態だとトルクが勝手にどちらかに流れてしまって、車がわずかにふらついてしまうことが起きます。それを LSD 交換すると、この左右へのトルクの逃げを制限してくれるので、常に左右均等に近い力がタイヤにかかり、それが直進安定性として体感できるようになっています。そのため高速を走っていても車がふらつかなくなるおかげで、ハンドルの修正操作が減るので、長距離走った後の疲れ方が明らかに変わります。なのでハイエースに LSD を入れると運転が楽になったというのはそういうところですね。実際ハイエースを最近運転したんですけど、東名高速の浜松あたりを走ってたら風が強すぎて、本当常にハンドル動かさないとまっすぐ走れないぐらい修正舵を切って運転してたので、ハイエースを一度でも運転したことがある人は僕が今言ったことめっちゃ分かってくれると思います。また雨の日も濡れた路面やわだちのせいでトルクが左右に逃げやすい状況なんですが、 LSD があることでハンドルを取られる感覚が減って安心して走れるようになります。またブレーキを踏んだ時も左右均等に減速ができるので、車がまっすぐ止まってくれるっていう結構街乗りでも体験できるメリットがあります。そしてもちろんサーキットでの恩恵は街乗りの比じゃないです。これは街乗りでも感じる方多いと思うんですけど、 FR だとコーナーでなんか膨らむな、曲がりきれないなって感覚あると思うんですけど、あれ実はデフが原因のことが多いんです。純正の状態だとコーナリング中に内側のタイヤにトルクが逃げてしまって、外側のタイヤがしっかり仕事できない状態になってる。
LSD 交換するとその逃げがなくなるので、車がスッと素直に曲がっていくので、膨らんでいたコーナーが同じ速度でもクイックに曲がれるようになったりと、これは街乗りの交差点でも普通に体感できますし、サーキットではさらにその効果が出て、コーナーの立ち上がりでアクセルを早く踏めるようになるのでタイムが変わるとのことです。そして何よりよく言われるバキバキ音、これデュアルコアだと全くならないですね。お友達の FD にも LSD 入ってるんですが、そっちは車壊れてるんちゃうかと思うぐらいバキバキ音になってますが、 OS さんのに交換してから今まで一度もバキバキ音はなってないです。なので完全に純正の上位互換で、しかも耐久性もあるし、実際乗ったら分かりますが運転がめちゃめちゃ気持ちよくなって、コーナーも電車のレールに乗ってるみたいにめちゃくちゃに曲がるようになったので、正直言うと人生で初めて車庫長を入れた時より僕は感動してますね。しかも耐久性が OS 技研の社長が言うには50万キロ走っても大丈夫とのことなので、車庫長みたいに数万キロでオーバーホールや新品に交換も不要なので、定価が19万1400円と安くはないですが、交換することで得られる恩恵が大きいので、長い目で見たらコスパめっちゃいいと思います。交換して後悔することは絶対にないし、純正に戻すことも絶対にないと言い切れるので、もし迷ってたら勢いで取り付けることをお勧めします。それだけ交換してよかったです。 GR86 も納車されてそろそろ半年で慣らし運転も終わったので、これからがっつりカスタムして今年の後半にはサーキットに行ってどんな感じか全開で走ってみようと思います。次はおそらく車庫長とバケットシート、最終的にはドリフトに挑戦する予定です。定期的なメンテナンスやカスタムは今回お世話になったフルステージさんでこれからお願いしていきますので、 GR86 のカスタムやメーカーの専門家がプロの視点で解説する動画を定期的に出していますので、気になっていただけたらぜひチャンネル登録お願いします。カスタム以外にも日々の愛車のメンテナンスに役立つ洗車のやり方や便利なカー用品の紹介もやってますので、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。今回実際に取り付けた GR86 用のデュアルコア LSD、 そしてサポートしていただいたカスタムショップフルステージさんの情報は動画の下にある概要欄にまとめてあるので、気になった方はそちらを見ていただければと思います。ということで今回はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。